USC 短距離最速決定戦。本日は21台のプラレールトーマスシリーズのうちどの車両が一番速いのかを予選、本戦、決勝戦とトーナメント形式で検証していきます。予選第1試合はトーマス、スペンサー、フリンの対決。これは我らが主人公トーマスが本戦進出です。第2試合は4馬をヘンリー、エドワード。これは全車両ほぼ互角。いや、4馬が僅差でゴールイン。続いて第3試合、55トーマス、パーシー、ゴードンの戦いです。これも難しい。わずかにゴードンだ。いや、これはいい戦い。第4試合はアシマ、ニア、レベッカの女性車両の戦い。レベッカベテランの意地を見せて本戦進出。第5試合、ディーゼル10、流線系トーマス、ヒロの戦い。敵。さすが当チャンネルのスピードスター、今回も優勝してしまうのか。55パーシー、ケンジ、ジェームスの戦い。早っ。これは勝ってよかった。このスピード明らかに別格でしょう。いよいよ予選の最終試合、55ディーゼル、シューティングスターゴードン、トビーの戦いです。ビュン。俺様はシューティングスター。安定のスピードでゴール。ここからは王座をかけた本戦が始まります。シューティングスターゴードンはシードで決勝からの登場とし、残り6台で決勝に進む2台を決めていきます。果たしてどの車両が決勝に進むのか。まずはトーマス、4馬をゴードンの戦い。4馬とゴードンが前に出た。これはゴードンだ。わずかの差ではありますが、ゴードンが決勝進出となります。続いてレベッカ、優先系トーマス、ケンジの戦い。これは早すぎて何も喋れませんでした。ケンジ、初代スピードスターの流線系トーマスを下し決勝進出です。さあ、ついに決勝のカードが出揃いました。勝利の女神が微笑むのはバトルロワイヤル王者ゴードンか、それとも世界最速の超特急ケンジか、はたまた初代スピードスターシューティングスターゴードンか。 USC 短距離最速決定戦決勝、レディーゴー。これはケンジだ。このスピードやばすぎるだろう。ということで今回の検証は短距離の直線ではケンジが最も速いという結果になりました。今回一番速かったケンジ、やはりこの速さは別格でしたね。このスピード家で試したい人はぜひ概要欄をチェックしてみてください。それではまた次回の USC で。